こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はこちらウォーターポンプのプーリー、それについていますボルトの交換を行っていきたいと思います。サムネイルにあったように結果的には失敗に終わるとなんとも悲しい気持ちで帰ってきたわけですが、その一部始終と、そしてどのようにね、今後この修理をしていけばいいか、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。なので最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、はい、開けました。この僕のこの BMW X5 のウォーターポンプ、何かと冷却水の漏れがありまして、その度にいろいろウォーターポンプを外したり、プーリーだけを外したりということをしていたんですが、ある日この今矢印のところにありましたボルトのトルク締めの際に、クランクシャフトのトルクスペックで閉じてしまって、締め付けてしまって、ボルトをね、頭をもぎ取ってしまったんですよね。それで今プーリーに4つあるんですが、もともと今は3つしかない状態で回っています。それをなるべく早く交換しようと思って、そしてディーラーにボルトを新しくオーダーをしまして、最近届きましたので今回直していこうという感じです。ではまずウォーターポンプにアクセスしやすいように、こういったインテーク周りを外していきます。ここのスロットルバルブの止めているバンドとしては、もうこのマイナスドライバーで緩めればすぐ外れるような、簡単に外れる構造になっております。そしてこちらのね、インテークの方、エアクリの手前の方ですね、そこもこのパネル外し用のヘラのような、そういったものを差し込めばすぐ外すことができます。そしてこちらはスロットルバルブの下の方の止めてあるバンドですね。これも同じようにマイナスドライバーで緩めると、こんな感じで外すことができます。続いて 10mm のソケットでこのプーリーのボルトを一旦軽く緩めておきます。その後でベルトを外していくという感じです。ベルトを外すにはこちらのテンショナープーリーですね、こちらの右下にある星型のトルクスT60 という大きさのもののソケットを差し込みまして、ビットですねを差し込んで、そしてこのスピンナーハンドルというブレーカーバーとも言いますが、強い力をかけやすい、そういった工具をハンドルにつけまして、そして時計回りにね回しますとベルトが少し緩んでくれます。その状態でプーリーにかかっているベルトをずらして外すという工程です。ちょっとね暗くて無理やり明るくしたので映像荒いですが、はい、こんな感じになっております。ベルトを外す前に一旦プーリーのボルトを緩めた理由としては、このベルトを外してしまうとプーリーくるくる手で回ってしまうんですね。その状態で固くしまったボルトを外そうとすると、そのプーリーも一緒に回ってしまって取るのが大変なので、タイヤのラグナット外す時と同じような感じですね。一旦軽く緩めておきまして、ベルトを外して、そして最終的に取るのはそのベルトを外した後という感じで、もう手で動くレベルまで緩めていましたので、こんな感じで本来4つボルトがあるんですが、今実際にねあるのは3つなので、全部で3つを外していっているところです。はい、1つ目が取れました。そしてこの折れてしまったボルトが実際どんな状況にあるのかというのがよく見えないので、これ外してみてからのお楽しみなんですね。なのでそれがちょっと怖いんですけども、まあそれ以外の3本のボルトはまあ順調に全部 10mm のソケットで外せております。最後のこのボルトを外している時にもうプーリーがガタガタ揺れていたので、折れてしまったボルトがなんか変に噛み込んでいるとかそういう感じではなさそうなので、まあこのプーリー自体が外れそうなので良かったという感じです。そして最後のボルトを取る際に
プリーとボルトそれぞれ下に落とさないように、ね、慎重に引き上げます。今回はマッドガード、一番エンジンの下の方にあるカバーですね、泥除けのようなもの、それを外さずに行いました。下からアクセスすることはないので、もうね、外す必要ないという想定でやりました。ただこのボルトとか落とした時に下外しておけば地面に落ちて探しやすいので、そういったメリットもあるんですがね、はい、なので落とさないように外しました。はい、そしてこれは昨日上げたウォーターポンプ自体ですね。そのプーリーが乗るその土台部分です。昨日は12年前のもともと乗っていたウォーターポンプをお見せしましたが、これはいい感じの銀色に輝いております。ただプーリーとの接地面はちょっと錆が出てきているようですね。もう早くも。はい、ということでちょっとこれ見えづらいんですが、この折れたボルトがまだ残っている状態です。このほんの少しだけ手前の方、画面向かって右側の方はもうほぼほぼ出てなく、もう辛い位置のような感じなんですが、画面向かって左側の方に少し、もうほんと1ミリ2ミリぐらい顔を出しているような感じでそのまま止まっていました。でこれをね、なんとか外すというのが今日のミッションなんですけども、これがなかなか外れなくて、そしてこのウォーターポンプ自体もね、ちょっと走った後なので結構熱くて大変でしたが、もうね、これドリルで穴を開けるしかないんですよね、おそらく。なのでもうダメ元で手元にあった小型のドライバーでこう回していけばうまいこと噛み込んでボルトもそのまま回ってくれるかなと思っていろいろ試してはいるんですが、ただ表面を慣らしただけで結局ね、びくともしない。そしてその後ろ側、画面向かって左側からラジオペンチとかで掴んで回せばいいと言えばいいんですが、もうスペースがなくて、もう回そうにもうまいこと工具が入らなくてですね、とてもこれは悲しい、もどかしい、そんな状態に陥っております。こんなちっちゃいボルトね、これ一つにもうこの時点でこの炎天下の中3、40分やっております。もうグローブの中も汗だくなんですけども、これね、どうしたものか。そしてこのクーリングファンの間もね、もう全然スペースがないので、この小型の電動ドライバーを入れるのが精一杯のような感じになっています。そしてこちらがしばらくそのグリグリやった後で、ただ表面を鳴らしたような、そんな感じ、特に全く動かずというような、そういう状態になっております。思った以上に手強い。この位置的にもね、外しにくい場所にはあるんですが、このネジを普通に回す方向に回していけば後ろの方からポロンと出て落ちてくるのかなと思って、そっち方向に回したりラジオペンチで掴んだりしているんですが、今回はもう体力の限界を迎えるまでやりましたが、腰もね痛めつつやりましたが、結局、悔しいですけど無理でした。もう忘れようということで何やら掃除を始めておりますが、どうしたもんですかね。今回ドリルを使わなかったのは、もう単純にドリルが必要になるとは思わず、想像できたかもしれませんねネジを外すという意味では。なのでもう手元にありませんでしたということで、もう手持ちのマイナスドライバーのビットとかそういったものを駆使して、ダメ元でやりましたが、やっぱりね、正しい工具がないとダメだなと感じました。一応自宅にはボルトのエクストラクターと外す工具ですね、ネジが逆回
転方向、逆方向に切ってあるあれがあるんですが、それを試そうかなと思います。ただこの幅がなんせ狭い位置にあるので、このファンを外さないと電動ドライバードリル入らないなという、そんな手狭な感じでございます。近々オルタネーターの交換の準備をしているんですが、その際にこのファンを外すのがマストなので、その時にできたスペースを利用して一緒にやってしまうというのが一番現実的なのかなとは思います。そしてこのウォーターポンプを外してしまってね、で外した状態でも本当にその自宅の机の上でこのネジを外せば一番早いんですけども、でもそうするともう冷却水ドバッといってしまうので、そこまでした方がいいのかな。ちょっとそれは結構な散らかりように、なってしまうので、こういった場合皆さんどうしますか？もう自宅にガレージがあってそこで作業できるとあれば本当にもう完璧なんですけどもね、こういった状況でマンション暮らしとしてできる一番いい方法、それでもマンション暮らしでもここまでできるというのを、この YouTube を通してお届けできればなと思っていますので、難しいですが、ちょっといろいろ考えていろいろ調べて次に活かしたいと思います。映像の方はベルトを戻す作業に移っています。同じように T の60のトルクスビットを使いまして、プーリーを少しずらしました。テンショナープーリーをずらした、そのずらしたことによってできたそのベルトの緩みを利用して、元々のあった位置にプーリーにベルトをかけておきます。そしてベルトがはめ終わりましたら、最後にプーリーのボルトをトルク締めしていくという段階です。僕はここの時点でトルク締めの値強くやりすぎてボルトを折ってしまったので、ここはもう細心の注意を払ってもう二度とボンミスを起こさないように、これがちゃんとできてればこの作業はいらなかったということなので、何でも経験なんですけどもこれでトルク締めをしていきたいと思います。締め付けトルクは11フットパウンドという単位で、ニュートンメートルに直しますと 14.9 とかそのくらいの値になります。ちなみにこちら今映しているのはニュートンメートルですね。一番手前のメモリが 14.1 とかそういったところなので、そこまでぐーっとメモリを上げまして、そこから刻み15個この手元の黒い部分にメモリが入っていますので、それで微調節して 14.9 になるように設定します。そしてここでももう無理やりやっても怖いので、慎重に慎重にということで、4本中3本しかないこのボルトを丁寧に締めていっております。ちょうどその規定トルクになりましたら、カチッというこれですね、反応がありますので、それを聞いたらもうそれ以上回さないで止めると。はい、こちらも完了。そして最後ですね。はいと、無事トルク締めができました。そしてこのトルクレンチは保管するときは中にバネが入っておりますので、一旦一番最初の一番メモリの低い位置に戻しまして保管しておくと、バネを傷めず変形させず長持ちするということなので、戻してこんな感じでケースにしまって置いておきます。他に取り付け忘れたパーツはないか確認をしまして、あとはもうインテーク周りですね、それをポンポンと取り付ければ現状復帰ということになります。こちらの
クランプ、バンドもネジを回すだけ、マイナスドライバーを回すだけですぐ取り付けることができます。これもね、もう特にこういったものは樹脂でできているので、無理やりやらないように、もうある程度回しまして、そして動かないところまで締まりましたら、そのパーツ自体をね振って揺らしても動かなければ、もうそれで OK というところで止めておきます。こんな感じですね。はい、そしてこちらのインテークも両サイドもう差し込むだけ。そしてこの補強バーの部分にリベットを2つ差し込みます。これも上から押し込むだけというね、本当に簡単な作りになっております。はい、無事現状復帰というところでとりあえず原因究明というか、そんな感じの動画になりましたが、最後にね、ちゃんとベルトが元通りに戻っているのか、ちゃんと動くのかをね、最後確認をしまして、揺れだったりね、ガタつき変な音はしてないかというところも今一度見ておきます。これ走る前にね、こうしっかり見ておくのが結構重要で、走った後にね、なんかいきなり異音に気づいて止まってもね、もう運転中なので結構大変なことになるので、しばらくね、まあそんなずっと見てる必要もないですが、もう 1,2 分しっかり見て問題ないか確認をして、そして実際の運転に出るというような手順にすると間違いないかと思います。一応この修理のために新しいボルトをね用意しまして、そして車用品店にネジロック剤も買いに行ったんですが、結局使わずじまい。ネジロック剤に関しては、またすぐ外すということで、今回はつけずに置いておきました。はい、アイスクリーム屋さんの陽気な音楽が逆に胸に突き刺さりますが、すっきり修理ということにはなりませんでしたが、また勉強して、トライしたいと思います。はい、今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、そしてこういった動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。